皆さんこんにちは。吉光圭です。前半では三角形のあたりを使った基本的な顔の描き方をご紹介しました。後半では前半と同じく以前公開した三角形をベースに顔を描くというシリーズに新たにナレーションによる解説を加え、横顔や斜め顔、そしてより難度の高い煽り俯瞰などさまざまな顔の描き方についてご紹介します。最後までご覧いただくことで、あらゆる角度から見た顔の描き方、そして年齢別や男女の顔の描き分けなど、より実践的なキャラクターの描き方について参考にしていただけると思います。今回も少し長めの動画となりますので、紙と鉛筆、そして紅茶などご用意いただき、ゆっくりご覧ください。よろしければ忘れないうちにチャンネル登録をご検討ください。それでは早速、横顔あるいは斜め顔の描き方について見ていきましょう。まずは正面顔の復習です。ここでは赤で中心線を入れてみました。今回はこれをお面のように捉え、斜めから描いてみます。中心線は左にずれ、三角形も曲線的になってくると思います。三角形を面として捉え、お面に貼り付けるイメージです。また後頭部がこのように見えてきます。そして横顔です。顔の部分はお面の厚みだけが見えています。後頭部が最後まで見えてきます。それでは正面顔を描いていきます。手順は前半のビデオでご紹介した通り、三角形の中に目と口を収めていきます。斜め顔です。同じく目、口の順に描けばいいのですが、斜めから見ているので少し立体を意識して描いていく必要があります。各パーツの立体感についてはいずれ別のビデオで詳しく解説してみたいと思います。ここでは完全な平面ではなく、緩やかにカーブしているお面に顔を描くつもりでパーツを配置してみてください。鼻も立体的に描く必要があります。最後に横顔です。横顔の場合も三角形を意識することで正面顔とのギャップを少なくすることができると思います。鼻は完全にシルエットを構成します。
以上が三角形のあたりをベースとした横顔と斜め顔の描き方です。次はいよいよ煽り、俯瞰を描いていきます。煽り俯瞰が描けるようになると、一気にイメージの幅を広げることができるでしょう。基本的には輪郭を描き、立体的に三角形を描くということなのですが、斜め顔の場合よりもさらに立体を意識する必要が出てきます。ここでは頭部の立体を捉えるため、縦横の中心線および顔の側面のガイドを赤で示しています。横顔のあたりを見ると分かりますが、人間の頭部はおおむね球体で、顎の部分だけが下に突き出た形状です。このため上から見ると頭は長く見え、逆に下から見上げると頭のシルエットは短く見えることになります。それではこれらのあたりをもとに顔を描いていきます。俯瞰の場合はすべてのパーツが下向きの弧を描くことになります。煽りの場合は逆に上向きの弧を描きます。また目と鼻の距離は意外なほど近く見えてきます。煽りの度合いによりますが、極端な煽りの場合は顎の底の面を意識したシルエットにする必要が出てきます。正面からの俯瞰です。
ここでは表情を出すため口の端で笑みを表現し、顔の輪郭も少し微笑んでる感じで描いています。最後に正面からの煽りです。このアングルは非常に描きづらいアングルですが、描き方の基本はこれまで通りです。輪郭が難しいですが、顎の位置を決めてから頬骨、エラをつないでいくとそれらしくなると思います。それぞれの角度を仕上げていきましょう。このように同じキャラクターをさまざまな角度から描いてみることは大変良いトレーニングになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。最後に実践として年齢、性別の違う人物をさまざまな角度から描いていきたいと思います。メガネの女性、女の子、和服の成人女性、スーツの成人男性、老人を描いていきます。今回、成人男性のあたりとして四角い立体を描いてみました。煽りや負荷の場合、四角い当たりの方が立体をつかみやすくなることがあります。このような描き方をする場合でも三角形のあたりは有効です。それでは描いていきましょう。煽りの場合は奥の目の一部、あるいは全部が鼻に隠れて見えなくなることがあります。眉毛は目の上、少し前方に描くと立体的に見えます。
正面からの煽りの場合、耳の位置に注意してください。思ったよりも下に来ることがあります。俯瞰気味の横顔の場合も真横になってしまわないように、三角形の上の線を少し傾けて描くことで俯瞰を意識しながら描くことができます。また耳が隠れる場合でも耳の位置をメモしておくとアングルが把握しやすくなります。下を見下ろしている人を俯瞰で描く場合、目のカーブは下向きのカーブを特に強く意識する必要があります。また、いずれ手の描き方についてもご紹介する予定ですが、このような五角形を描いておくと手が描きやすくなります。最後はうつむいた老人です。このような角度の場合、首はほとんど見えなくなってしまいます。メガネの女性を仕上げます。メガネも描きづらい要素の一つですが、鼻と接触している部分を起点に描いていくと描きやすいように感じます。次は目をつぶった少女です。ここでも五角形を当たりとして胸の前で組んだ手を表現しています。和服の女性、耳が少しだけ見えています。先ほどのあたりから指を描いていきます。このように全部の指を1本ずつ描くのではなく、まとめて描いてしまった方が綺麗に見えることがあります。この老人はレンゲを使ってラーメンのスープをすすっているところでしょうか。同じく五角形のあたりを使って手の表情を描いていきます。先ほどと同じく鼻と接する部分を目安にメガネを描いて完成です。このように
三角形のあたりを空間の中の立体的な面として捉えることで、煽りや俯瞰など難しいアングルでも無理なく様々なキャラクターを描き分けることができます。いかがでしたでしょうか。今回は後半として三角形のあたりを使って様々な角度から顔を描く方法をご紹介しました。もし参考になりましたら、ぜひ評価ボタンを押していただけると励みになります。このチャンネルではこのようなチュートリアル動画をはじめ、クロッキーの実演などドローイングを中心としたコンテンツをアップロードしていきたいと考えております。ご意見、ご感想、ご質問、また今後のリクエストなどございましたら、ぜひコメント欄にてお知らせいただけると幸いです。それでは皆様、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。